テスラ株は 297.38 ドルから 342.27 ドルまでおよそ 15% 反発しました。300ドルはそこだったのか、このまま上がっていくのか、今日はそこをチャートで確かめていきたいと思います。おはようございます。ケンです。今日の結論を先に言っておきます。短期の反発は確認できました。しかし、中期の上昇転換はまだ確認できていません。反発は確認。転換は未確認。今日はこの1点をチャートで確かめていきたいと思います。株価は20日線を回復し、4時間足の RSI も60台です。それでも351ドルでは売られ、50日線と200日線はまだ上にあります。次の局面を分けるのは350、371、406ドルという3つの壁です。一方、329ドルを維持できなければ320ドル、さらに300ドルの再確認も視野に入っていきます。でも先に断っておきます。今日の数字は8月15日に作成したチャートが基準です。日足の終値は 342.27 ドル。公開時点で株価が動いていても移動平均線や RSI は8月15日時点のものです。現在地だけを新しくすると線と株価の時点がずれます。では、まず良くなった点から見ていきましょう。20日移動平均線を回復しました。4時間足の RSI は60台まで戻っています。週足は前の週の終値 328.58 ドルから342.27 ドルで 4.17% の上昇です。短期の買い戻しは確かに一段進みました。4時間足の RSI を見ていきましょう。現在 60.46 です。7月下旬には20台まで落ち込み、売られすぎの領域に入っていました。そこから中立の50を超えて60台まで戻っています。短期のモメンタムははっきり改善しているんです。次に、日足の RSI です。こちらは 48.82。中立線である50をまだわずかに下回っています。7月下旬に30を割ったところからは大きく戻りましたが、50の手前で止まっている状態です。同じ銘柄なのになんで数字が違うのか、見ている時間の長さが違うからです。4時間足は直近数日の勢いを映しています。日足は数週間の流れを映しています。つまり直近の勢いは戻ったんですけれども、数週間の流れはまだ戻っていない。これが今の状態なんです。移動平均線を見ておきます。20日線は 329.14 ドル。終値は 342.27 ドルはこれを 4% 上回っています。20日線は直近20日間の終値を平均した線です。つまり、この1ヶ月ほどで買った人の平均的な価格に近いです。そこを株価が上回ったっていうことは、短期で買った人の含み損が解消され始めたということになります。そしてここが大事なところです。株価は20日線を超えましたが、20日線そのものはまだ下を向いています。線が下がっている中で株価が上に出たという状態です。これは短期の改善であって、線の向きが変わったわけではありません。次に上値です。8月15日、株価は 351.26 ドルまで上がりました。しかし、終値は 342.27 ドル、高値から9ドル押し戻されているんです。350ドル付近で売りが出たというところになります。そしてここは慎重に見ていてください。1日の上髭だけで強固な抵抗線が確定したとは言えません。言えるのは350から351ドルが最初の試験水準だということです。ここを日足の終値で超えて数日維持できるかどうか、それが次の確認点になります。そしてさらに上に50日移動平均線があります。371.09 ドル。終値からは 8.4% の上です。20日線が1ヶ月なら50日線はおよそ2ヶ月半の平均です。中期のトレンドを見る線としてはよく使われます。そしてこの線も今は下を向いています。50日線を超えなければ中期の転換が確定するのか、そうではありません。50日線の回復っていうのは中期改善のために必要な条件なんです。ただし、それだけでは十分ではありません。
超えた後に、その上に留まれるかどうかっていうところまで見る必要があるんです。そしてもっと上に200日移動平均線があります。406.08 ドル、終値からは 18.6% 上です。200日線はおよそ10ヶ月分の平均で長期のトレンドを判断する線です。株価がこの下にある間は長期では下落基調が続いているという見方になります。長期のトレンドが戻ったと言えるのはここを回復してからです。ということで3つの壁を並べてみましょう。350ドルまであと 2.6%、371ドルまであと 8.4%、406ドルまであと 18.6%、15% 反発した後でまだこれだけの距離があるんです。だから反発は確認、転換は未確認ということになります。視点を引いて週足で見てみます。今週は 4.17% の上昇でした。ただし、その前の週に大きな陰線が出ています。週足のレベルでは、下落の構造から完全に抜けたとは言えません。戻りの1本目っていう位置づけです。そして出来高も見ておきます。日足の出来高は4543万株。決算のあった日には大きく売りに出ていますが、その後の反発局面では出来高は目立って増えてはいません。静かに戻ってきたという形になっています。4時間足の出来高デルタも見ておきましょう。出来高デルタっていうのは、買いと売りのどちらが多かったのか、これを差し引きで表したものです。プラスなら買いが優勢、マイナスなら売りが優勢です。直近はプラスに出ています。ただし、その前には大きなマイナスが何本も並んでいます。プラスに転じたのはごく最近です。ここから言えることも限られます。直近の出来高デルタがプラスだからといって、機関投資家が買い集めているとは言えません。継続的な買い集めなら、上昇する日の出来高が増え続けるはずです。それはまだ確認はできていません。では、ここからの3つのシナリオに整理してみましょう。まず、強気です。350から351ドルを日足の終値で回復する。それを数日間維持する。日足の RSI が50を上回る。そして上昇する日の出来高が増える。この4つが揃えば、次は371ドルを試す展開になります。次に中立です。329ドルから351ドルの範囲で行ったり来たりする。20日線の上は維持するけれども、350ドルは超えられない。反発が続くのか、それとも再び下げるのか、それを決めるための持ち合いです。今、最も可能性が高いのは、この形なのかもしれません。最後に弱気です。329ドルを日足の終値で割り込む。次に320から323ドルを確認しに行く。そこも維持できなければ300ドル付近を再び試すことになります。反発の起点まで戻るという展開になるんです。上がるのか下がるのかを当てに行くのではなく、条件で見ていきましょう。350ドルを終値で超えたのか、超えた後その上に留まれたのか、日足の RSI が50を超えたのか、上昇した日の出来高が増えているのか、そして329ドルを守れているのか。はい。ということで今日の内容をまとめてみたいと思います。15% の反発は事実です。20日線の回復も4時間足の RSI の改善も事実です。それでも日足の RSI は50未満、50日線も200日線もまだ上にあります。反発は確認。転換は未確認。どの条件が出たら見方を変えるのか、そこをもって今週を見ていけたらと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。車の洗車にも何でも使える洗浄成分が 100% 植物性の洗剤ナノトップ。環境への負荷を減らすことにもなりますし、コスパもいいおすすめの洗剤です。興味のある方は概要欄にナノトップの公式リンクを記載していますので、そちらよりご確認ください。我が家でもナノトップを愛用し、おすすめの洗剤となっていますので、ぜひね、チェックだけでもされてみてください。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。